の準備、ジャスパルと申します。ついにサマーフェスティバルの情報が発表されまして、新しいカレーレシピやシアン EX についても情報が出てきましたので、それを踏まえて今週もやっていきましょう。来週どこ行く？サマーフェスティバルの準備で何を意識すべきか、無課金初期税パルの独断と偏見でお話ししていきます。とりあえず食材の準備をしつつ、自分に足りない食材のポケモンもチェックしておきましょう。それでは参ります。ということで、まず最初に来週の予定を確認してからサマーフェスティバルの準備について考えていきましょう。ってことで、まずは来週の予定。来週8月3日からの1週間は特にキャンペーンのない1週間です。グッドスリープデーやニュームーンデーも被らないので、サマーフェスティバルに向けてしっかりと食材の準備をしながら、今のうちにやっておきたいポケモンの厳選やフィールドボーナス上げなんかを意識してフィールド選択していきましょう。サマーフェスティバルについてはこちらの動画でがっつりお話ししているので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。その他注意事項で言うと、3周年フェスの X キャンペーンポイント交換期限が8月3日月曜日の23時59分までとなっておりますので、交換まだの方は忘れずに今すぐ交換してきてください。抽選の応募1回ずつ応募しなきゃいけないのが非常にめんどくさいので、やれる時にやっておきましょう。忘れなく。それ以外には来週の水曜日とかにアニポケコラボキャンペーンやカヌちゃんたちの情報が発表されるかもしれないので、そこにも注目ですね。他にはおそらくシアン EX 追加のアップデートなんかも、木曜日とかには入ったりするのかなといったところでしょうか。そんな感じで来週はサマーフェスティバルの準備をしっかり進めておきましょう。来週の予定でした。さあ、それではここからはサマーフェスティバルの準備について具体的に考えていきます。意識したいポイントは10個。食材の準備、当日のメンバー決め、フィールドボーナス、お手伝いブーストダメ、鍋の拡張、レシピレベル上げ、マスター20チャレンジ、ポケモンの厳選、サブレの節約、アメウロボ。こんな感じでしょうか。簡単なものも含めてざっくりお話ししていきます。ってことで、まずなんといっても食材の準備。サマーフェスでは料理がカレー固定になるので、作りたいカレーの食材を貯めておけば OK です。集めるのが苦手な食材やエナジーの高い食材をがっつり備蓄しておくのが基本かと思います。グラタンを作るならアボカド、すき焼きならネギ、メザパシチューならキノコ、新レシピならハーブ、生姜あたりが中心になるでしょうか。個人的には新レシピでサイズが大きい方は新料理2のキノコ、ハーブ、ミート、生姜なんじゃないかと思ってます。どうなるでしょうね。これらの備蓄に当日のメンバーの食材を合わせて1週間美味しいカレーを作っていきましょう。最も重要な食材の準備でした。お次、フィールドボーナス 5% バカになりませんね。条件が合えば来週の分の 5% もサマーフェスで行くフィールドに載せられるとベターでしょう。おそらく消費眠気パワーの多いルチャブル探しにもレシピレベル上げにもマスター20チャレンジにも有効かと思います。そして1点、 EX のフィールドボーナスについて来週は初めての現象がありまして、来週フィールドボーナスがカンストしている若草 EX に行った場合、再来週の月曜日のフィールド移動の際にシアン EX にフィールドボーナスがこぼせるのかどうかっていうのが注目だったりします。これ実際にやってみるまで謎なんですよね。そもそも EX のフィールドボーナスが通常フィールドのようにカンストしていた場合、他のフィールドに振り分けられるのかがまず一つ謎な部分。もし振り分けられるなら、厳選面以外ではしばらく若草 EX に行く方が夢のかけらとかの点では良くなりそうなので、ここも注目ですね。そしてフィールドボーナスが振り分けられたとして、再来週のフィールド移動のタイミングで早速シアン EX に振り分けてくれるのか、この2段階の謎がございます。これはやってみるまでわからないんですが、とはいえ若草 EX に行くのにも EX チケットが必要なので、どうしても早々にシアン EX にフィールドボーナスをこぼしたいと、賭けでもいいからやってみたいという場合は挑戦してみてください。5プラを持ってる場合って情報出てから EX に移動することとかもできるんでしょうか。当日の4時過ぎちゃうとダメですかね。そんな感じで EX のフィールドボーナスがどうなるのか注目しつつ、堅実に 5% 積んでいきましょう。そんなフィールドボーナスでした。お次、当日のメンバー決め。これはサマーフェスでどんなメンバーで挑むのかなんとなく決めておこうってやつですね。
例えばグラタンを作りたい場合、メンバーに岩パレスがいるならアボカドよりもミルクの備蓄を多めにしておいた方がいいかもしれないとか、そういう調整のためにちょっと決めておけると良さそうです。食材やスキルのポケモンはどんなフィールドでも編成することになるかと思うので、木の実のポケモンの食材やお手伝いブーストダメで持ち越したい食材などもちょっと気にしてみてください。フィールドが決まればおのずと決まってくるでしょう。そんな当日のメンバー決めでした。お次、お手伝いブーストダメ。お手伝いブーストやお手伝いサポート、ラティアスの癒しの波動などで木の実や食材を所持上限を超えて持ち越すテクニックですね。主に木の実の持ち越しのために利用されることが多いお手伝いブーストダメですが、食材の持ち越しもそれなりに有効です。特に今回は新レシピが2種類あって、どっちが本命レシピになるかちょっとわからなかったりもするので、鍋を拡張しておいて使わない食材は最初に一気に消費して使う食材に入れ替えるとかでも使えたりしそうです。お手ぶだめできる方は食材も活かせそうかどうかちょっと気にしてみてください。お手伝いブーストダメでした。お次、鍋の拡張。事前に鍋を大きくしておいて、月曜日の1食目でしっかりとエナジーが稼げるようにする、こちらもおなじみのテクニックですね。デデンネなどの料理チャンスも事前に用意しておいたり、お手伝いブーストダメの食材なんかとも一緒に組み合わせることでさらに効果がアップしますので、こちらもやれる方は意識してみてください。いつものやつではありますね。そんな鍋の拡張でした。お次、レシピレベル上げ。来週カレーを狙ってイベント前にレシピレベルを上げておこうってやつですね。これをすることでイベント本番でのエナジーを底上げすることができますが、来週カレーを狙わなくてはいけなかったり、本来準備しておきたい食材を使いながら進行することになるなどデメリットもしっかりあるので、レシピレベル上げをすることでマスター20チャレンジが現実的になるなど理由がある場合は狙ってみましょう。レシピレベル上げでした。お次、マスター20チャレンジ。文字通り各フィールドのマスター20を狙う遊び方ですね。各フィールドを初めてマスター20に到達した場合、アチーブメントの報酬を受け取ることができます。サブスキルの種かメインスキルの種か。料理固定キャンペーンは1年の中でも最もエナジーが稼ぎやすいイベントの一つなので、このタイミングで狙ってみるのもおすすめです。特に無課金は金種も銀種もどちらも貴重なアイテムなので、やれそうなら狙ってみてください。他には若草マスター18達成で若草 EX が解禁されたり、若草とシアンのマスター18達成でシアン EX が解禁されたりもするので、それを狙ってみるというのも有効でしょう。幸い若草にもシアンにもルチャブル出てきてくれますしね。ってことで、料理エナジー 1.5 倍でマスター20チャレンジできるかどうかもちょっと気にしてみてください。マスター20チャレンジでした。お次、ポケモンの厳選。新たな料理が追加されることで料理環境にまた若干の変化が訪れることになります。ルチャブル自身がハーブ、生姜のポケモンである確率が高そうには思ってますが、イベント前にそういったポケモンを探しておいたり、現在のアンバー環境でネギ、リンゴ、コーヒーあたりは全く使われなかったので、次の環境で使われることを見越して今のうちに探しておいたり、そういった部分もチェックしてみてください。ポケモンの厳選でした。お次、サブレの節約。厳選の話はしたんですが、サマーフェスではルチャブル、その翌週のアニポケコラボではカヌちゃん、キャプテンピカチュウとポケモン追加ラッシュになります。ルチャブルの強さにも期待していますが、カヌちゃんはピッピ族に次ぐフェアリーの木の実系ポケモンの可能性もあったり、キャプテン帽子のピカチュウは電気タイプなら雷光使いにとっては注目のポケモンとなるかもしれませんし、もしキャップのテラスタイプ同様飛行タイプでの登場になるなら、こちらもシアン EX で活躍できるかもしれません。これらの追加ポケモンに注目する場合、サブレの節約もちょっと意識しておきましょう。それからぜひ課金もご検討ください。ルチャブルのお香はフレンドポイント16ですし、いかがでしょうか。そんなサブレの節約でした。それでは最後、アメウロボ。どう使うかをなんとなく決めておきましょう。1日に何回使うか、誰の飴を入れるか決めておけるとスムーズかと思います。アメウロボの細かい仕様についてはこちらの動画の終盤で詳しくお話ししています。タイムスタンプもご利用ください。そんなアメウロボでした。ってことで10個の項目、
食材の準備、当日のメンバー決め、フィールドボーナス、お手伝いブーストダメ、鍋の拡張、レシピレベル上げ、マスター20チャレンジ、ポケモンの厳選、サブレの節約、アメウロボお話ししてきたんですが、一番大切なのは食材の準備なので、そこさえしっかりやっておけば問題ないでしょう。他に気にしておくと良さそうなことが思いついたら、ぜひコメントで教えていただけますと幸いです。そんなサマーフェスティバルの準備でした。来週はどんなポケモンを狙いましょうかね。ぜひ皆さんの狙いもコメントで教えてください。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと、動画の拡散につながりまして、めちゃくちゃ嬉しい支援となります。推しのクリエイターにはぜひ積極的にやってあげてください。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。それでは今のうちから来週の食材の準備やっていきましょう。来週中にアニポケコラボの内容出ますでしょうかね。パルデア御三家とかピックアップになったりするでしょうか。またシアン EX の内容がちょっと分かったりするかもしれないので楽しみにしておきましょう。来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。